で、これは、最終的な黒番がワンリーティンさんで、白番がワンティンティンさんですね。この形、こすられ尽くした形と言っても過言ではないんですけど、最近のね、主流は、こう6-3引きからこう打っていくんだけれども、特にこの形の黎明期なんかは、例えばこうやって、こうやって、こうやってやったりだとか、これはね、厳密に打つと黒勝つんですけど、それがね、かなり難しい。具体的にはこうやって勝つんですけど、かなり難しくて、で、それがなかなか、もともと打たれ始めたのがあんまりソフトがない時代だったもんで、ないって言うとちょっと語弊あるな。そんなに強いソフトがない時代だったんで、発見されるのに時間がかかったんですよね。だったりとか、あるいはここじゃなくても、こう受けたりするような手が打たれたりだとか、あるいは6で打ち替えて、なんかこういうような手とかも打たれてましたね。あるいはこう、感性と後世、いわゆるノマカンに合流させるっていうことで、こういう打ち方もされていましたけども、現在だとね、軒並み黒勝ちであることが分かっています。ただね、黒勝ちって言っても、咎めるのはかなり難しくて、あくまで最善を尽くせば黒が勝つっていうことですね。実戦的にはね、結構白も勝つんじゃないかな。特にね、これとこれは、普通に白が勝っても全然おかしくないし、このチーム戦の後に、アンジーレンジオープンという、結構大きい大会があったんですけれども、それでもね、この手順採用されてて、で白の人勝ってましたね。黒の人勝ちきれなくて、白が逆転勝ちしてましたね。なのでね、この形相当難しいんですよ。という経緯もありながら、本譜何がやられたのかと言いますと、白6-3引き、黒7止めて、これ普通の手ですね。これどっち止めるかってなった時に、結構難しいんだけど、一般的な話をすると、この、なんか連を作りながら止める方が勝ることの方が多いですね。特に黒番の時はね、引いた方に止めることがいいこともあるんだけど、迷ったらこういう方を選ぶ方が確率は高いかなっていう気がします。次の手が、8。これそうですね。今の流行りの手ですね。流行りっていうか、今日2024年だと、もうほぼこれしか打たれないかな。昔は、こういう手が多かったんですけれども、これは、この形の黎明期からかなりずっとこの進行が多かったんですけど、黒からこう対策が確立してまして、ちょっとだけさらっと並べますと、3引いて止めて、飛び3打って止めて、こう打っておくと。っていう手順がありまして、これが、紆余曲折やっていくと、黒が非常に勝ちやすいということで、今で打たれなくなっているんですけれども、もうちょっとだけやっておくと、白からのね、有望と言われている手順が、どんどん3打っていくっていう手順なんですけど、3打って、止めて、打って、止めて、伸びて、止めて、こういう風に止めておいて、ちょっとね、黒が囲んでるように見えるんだけれども、ただ実践的にはどうやるのがいいのかわかんなくて難しいよっていうのが、この形が打たれ始めた当初の結論というか、皆様の認識でして、そういう認識が結構ね、長いこと続いたような気がするんですけれども、昔はっていうか、つい最近まではね、なんかこういう風にね、打つっていう手がかなり多かったんですけれども、こうして、これに対してこう反発したりだとか、一回止めておいたりだとかがあるんですけれども、メインは反発だったかな。こうやって反発されると結構勝つのが大変っていうか、黒も簡単ではないよっていう風に言われてて、特にね、なんか引き分けになりやすいっていう風に言われてたんですよね。なんだけれども、最近、本当に2019年とか2020年ぐらいですかね、こう対策が確立されまして、こちら側に打ちますよと。で、一回こう受けさせるんだけど、そこでもう一回止めときますっていう、対策が確立されまして、これによって、この局面をほぼ死滅したと言われてます。とはいえね、実戦で、じゃあここから本当に勝ってみろって言われて勝つのは難しいので、もしね、興味がありましたら、各自研究していただいてというところですけれども、この配信だとこれ以上の手順については扱いませんが、ここまででね、黒がかなり明確にいいということで、この手順は打たれてません。
で、ここで一回止めておくっていうのが重要な手で、これでね、かなりいい勝負だっていう風に言われてます。いい勝負っていうか、ほぼ引き分けですね。で、引き分けになりやすいって言われてるんですけれども、これ白ね、注意が必要でね、うかつなことをするとすぐ黒が良くなってしまうので、結構大変で、例えばね、静着以外の前例だと、こういう手が打たれてたのかな。こういうのがあるんですけれども、例えばこうなってこうなってとかなった時に、こういうことをすると、確かにね、白ね、止めて止めて止めてで、ちゃんと一見ついていってるように見えるんですけれども、左側がガラ空きで、こういう手とか打たれて、すごい一方的に攻められて、かなり、負けに近いような局面になってしまうっていうことで、後手を引いちゃいけないんですね。黒の、この辺の攻めを先手で収めながら、こっち側も受けなくちゃいけないっていう、結構忙しい局面なんですけれども、次の多分静寂が発見されるまでは、黒が相当打ちやすいっていう風に言われてたんじゃないかなっていう風に個人的にはなんとなく想像します。想像っていうのはね、実際どういう風に言われてたのかよくわかんないんで、多分今の有望な片語というソフトがあるんですけど、その片語とね、言うがままっていうか示したのが次の静着手順なので、みんな深いことを考えずにそう打ってるのかなっていう気がするんですけれども、それが18と1対3を引いて、で止めて、これ重要なのね、ここを3三金にするっていうのが結構大事な手で、これをね、使って受けに行きます。で、こうするわけですね。これの大事なところは、次に、飛び3から飛散があるよっていうことがそうなんですけれども、もう一つは、この20を打ったことによって、こういう場所が止まってるんですよね、間接的に。こういう場所が止まってるので、何かの表紙にこの辺打たれたとしても、一回受けとけば、受けが間に合うよっていうことになってますね。で、仮に、例えば、黒が、じゃあ、首3とかで勝ちに行っちゃうぞっていうことをすると、4から3ってすると、ここ四式なので、黒打てないんですね。打てないで、白先手なので、そのまま勝っちゃうっていう図があります。なので、黒もむちゃくちゃなことはできないので、おとなしく受けに行くと。これは定石進行ですね。本譜も、この進行をやってるんですけど、こちら側に3を引くっていう手もあります。この辺はね、評価値的にはややこちらの方が、黒がちょっとだけいい数字を示すのかな示すんだけれども、ほぼ好みの次元だと思いますね。好きな方をやっていただければっていう感じですね。で本譜はこちらをやってますね。で、飛び3して、止めて、こうすると、いや、これがね、すごくいい手で、これ何をやってるかっていうと、受けてるんですけど、ここの3三金を利用して、先手でこの辺りを全部受けようってことですね。これはね、かなりうまい手で、みんなね、片子があるから当たり前のように打ってるけど、もし人間の時代に発見されてたら、かなり革命的な手順というか、革新的な手順っていう風に言われてたんじゃないかなっていう風に思いますね。最近だとね、ああ、そうなんだみたいな感じで覚えちゃうから、あんまり感動とかないんだけど、それでもこの手順最初に見たときは、なるほどなっていう風に思った記憶があります。で、次の手が、これもまだ定石なんですけれども、こうします。この狙いは単純で3三金受けましたっていうことですね。で、白は3を引いて、これ何をしたいかっていうと、仮にこの4打てれば、以下詰ますことができるので、黒にこの4を使ってもらいます。で、止めて、こう止めると。で、ここまででね、もう局面がだいぶ収まってて、黒も簡単には勝てないし、白も簡単には勝てない。よって引き分けっていうのが今の結論なんですけれども、もうちょっとね、いろいろスペースがあるので、かなり一悶着ある局面ではありますね。で、次の手はね、ソフトの評価値上の最善手っていう風に言われてます。別にここじゃなくてもいいと思うけれども、で、白も、ここ打ってるんですけど、これもそのソフトの評価値上の最善なんですよ。ただ別にここ打たなくても必ずしも悪いっていうわけではないと思いますね。つまり、この3、3さえ止めていれば別にどうっていうことはないかなっていうところで、ここに打つのは好みですね。どっかのタイミングでこう打たれるのをどのくらい悪いと見るかっていうこととか、ただこちら側に32って打つことのメリットとしては、この辺に石が来た時に、斜めが止まってるからちょっと安心だよっていう意味合いがありますね。で、こう仮に打たれた時は、これ部分的にはあんまり止める必要なくて、こういう風に欲張って反発する
手順があるのではないかというのを、なんか以前、なんか調べた記憶があります。まあ、あるいは別に単に止めておいてもいいですしね。まあ、なのでね、黒もね、33って結構、いかにも32を咎めてそうっていう風に見た目では見えるんですけど、破壊力のある手ではないので、まあ、そんなすぐ打つような感じでもないですね。まあ、そして黒は33とこう打ちます。てか、打ちました。で、これは、まだそのソフト最善の進行ですね。で、ここはね、私は、なんていうかもう暗記しちゃったので、次の手が分かってるんですけど、ここに打つのが、絶対の手段です。で、ここ以外負けます。で、まあ、なんで負けるのっていうと、まあ、説明すると長くなるので、これはね、ちょっと気になる方は検討していただきたいんですけれども、で、35ってこう来るんですけど、で、これもね、こう人間的に見るとすごい怖い攻めで、いかにも止まんなそうに見えるんだけど、まあ、これをね、なんか、ここに受けるとぴったり止まりますよっていうのが、まあ、ソフトの検証で分かってます。で、まあ、本譜もね、多分ここまではスラスラスラってね、並べてるんだと思うんですけど、で、私の知識はここで切れてるんですけど、その、次37こうなってるんですよね。なんか押しちゃった。でこうなってて、まあこれもなんかね、いかにも準備してますみたいな手で、まあこういう風に打つっていうことは、まあ、私はこの局面から初見なんですけれども、まあ多分、こういう手がダメなんでしょうねっていうことですね。まあこれ、つまりこの37何かっていうと、C して3なんですけれども、まあこれで、なんかね、じゃこれで白がいいですってなったら、いいとか、なんか特に損がない、もしかしたらちょっと得かもしれないってなったら、まあこういう37打たないので、まあこの37に打たれるっていうことは、まあこういう手が通らないんだろうなっていう前提で考えます。まあ、もしかしたら、なんかこうとか、こうみたいな際どい打ち方をしなくちゃいけないとか、あるいはなんか飛び3使わなくちゃいけないとか、まあそういう前提で考えますかね。飛び3って何してるかっていうと、この試合を止めてますね。まあ、これが資産じゃないよっていうことですね。この手の意味合いは。まあ、ただ、飛び3を使ってしまうと、まあ、どこを受けるかな。まあ、どこを受けるかわかんないけど、どこを受けるときに、なんかまあ、こうとか、こうとかの破壊力が上がるので、まあ、できることならあんまり使いたくないんだけど、まあ、もし絶対だったらしょうがないなっていうのが、個人的な、の局面を見たときのパッと見の感想ですかね。まあでもソフトでね、ドローっていう風になってるから、まあなんかいい受けがあるんだろうっていうもうそういう前提で考えちゃうんだけどね。